四国から本州へと乗り込んだ長宗我部元親。しかし武田騎馬隊に手痛い敗北を喫し、撤退を余儀なくされた。そして迎えた再戦の日、長宗我部と目的を同じくして並び立つ男がいた。打倒武田信玄を狙う徳川家康である。一歩も譲らぬ両者は小牧長久手にてぶつかり合うこととなったのであった。虎の一本釣り、誰にも邪魔はさせぬ。東西の遭遇。待ってろよ、甲斐の虎。勝負だ信玄公。虎を狩るのはこの長宗我部元親だ。田舎者は引っ込んだな。おめえこそ西に帰るんだな。話し合いで仲良く解決とはいかねえな。徳川の坊ちゃんよ、鬼の力見せてやるぜ。信玄公に挑むのはこのわしだ。大口は俺を倒してからほざきやがれ。精鋭部隊出ろ。これがおめえらを待ち受ける最大の恐怖だ。本田忠勝、ただ勝利するのみ。分かってるな。おめえらにできることなど何一つね。ほんと徳川の宝が奪ったる暇はもうな。忠勝殿の鈴木、小牧の橋は徳川よ。忠勝様は押しも押されもしないんだぜ。この世で一番海が似合う男は兄貴。踏ん張ってくれ忠勝。ここで負けたら信玄公とも戦えねえ。虎より前にこっちはいな。相手は俺だ。まさかのまさかだよな。わしは天下人となる。邪魔はさせん。だったら電気に残してみろよ。天下への道は鬼にねじ伏せられたってな。この俺を舐めてもらっちゃ困る。いい睨みだったぜ。
ちは地獄の水先案内人だぜ。あいつの周りに爽やかな風が吹いているか。えげてえ野郎でも。ここ長くていて忠勝、よみがえるのだ。よし、敵を殲滅せよ。甘すぎて虫歯ができるわ。忠勝様、爽快感あふれてるぜ。拙者来生なるこいつにござる。徳川が生きられるわけだぜ。兄貴のよ。武士にはかなわんぞ。戦況に拉致を開けよ。他の連中をうねってやるぜ。武士魂見せつけてやれ。兄貴に勝とうなんて100年早いんだ。べっぱなせ。他の連中にだけは絶対負けらんねえ。海の者よ、陸で動けると思うなよ。生きのいい子分じゃねえか。徳川の力をなめるんじゃねえぞ。いい波だったぜ。忠勝はさらに強くなって蘇る。これぞただ勝利するのみの男よ。忠勝はな、お子様のお菓子とは違うのだ。徳川軍はやめられない。教えてやるぜ。大物を頼むぜ。いいもん見ただろ。いや、戦いってやつが好きだわ。忠勝、この緊張にて攻めるのだ。俺たちならやる。確信はねえけど。渋い顔したって事態は動けるし。
つ圧倒的な力で見せよ。人間なんかじゃついてきて。いけタバガス。果たしてあんたにこの鬼が食らえるか。戦国最強のお出ましだ。何が起きたってあなた様こそ天下一の武士になり。この思いここで終わらせる気はねえ。それがし徳川家康、この世に平和を作る。忠勝の攻撃をもスケに比べりゃどうってことない。さああんた自身がかかってこいや。どうした技に勢いがねえぜ。人質の身じゃ鍛えられなかったかい。鬼を名乗って軽口叩く悪人気取り、それがおめえのやり方か。俺は俺だ。気取った覚えはみじんもねえな。そろそろ手入れと行こうぜ三河の大将。望むところだ再会の鬼。やるじゃねえか。おめえもな。なあ他一つ手を組まねえか。目的は同じ。このまま削り合うよりはマシだろ。よし、おめえを信用しよおいおい、どこまで坊ちゃんなんだよ。そんなに簡単に敵を信じて大丈夫か。う。信用できるかどうかはおめえの部下を見ればわかる。おめえは人を裏切らねえ男だ。こうして打倒武田という目的のために手を組んだ長宗我部と徳川家康は、武田軍が陣を敷く三方ヶ原へと兵を進めた。機を読み手を取って互いの不利を埋めた二軍に念願の逆襲の時が迫ったのであった。虎のおっさん、絵に物見せてやるぜ。三河武士土佐海兵出撃だ。奇妙な同盟。信玄公、昨日までのわしらと思うなよ。2倍の荒波耐えてみろや。
よくぞ言った三河野。ならば手加減はせん。報告報告、我が軍の兵糧が一箇所に集められております。徳川と長宗我部が手を組もうとは。なんとも元気な連中よ。いい波だったぜ。行くぜ野郎ども。いらぬ者働け。いい波だったぜ。野郎ども指摘をならせ。あんたはなぜ天下を狙う。戦を終わらせるためよ。弱すぎるぜ。俺が強すぎんのか。行くぜ野郎ども。我ら武田軍総力を挙げて戦うのみ。押されているというのか。戦で苦しむ民なんて少ねえ方がいい。わしが天下人となって世を変えてやる。言うことだけはできが悪くはねえな。行くぜ野郎ども。押し負けるな。武田の力を見せてやれ。争いなき世の中、わしは戦おう。行くぜ野郎ども。人は石垣なり守れ。いい波だったぜ。貴様の思うようにはさせん。てんはっ絶走。真田幸村剣山。お二方の野望をここで止めてみせよう。武田の若武者よ。止めるな。わしがやらねばならん。最後まで生き抜くのが頭の仕事だ。こんなことが止まっちゃ話になんねえぜ。その通りだ。すまねえ兄貴。かくも奇妙な道具であれだ結束はここが本番だぜ赤い兄さん。一人で悪いぶっ飛ばす。正面より立ち向かうその息はよし。親方様、この雪村幸せでございました。パレサラだ。日本一のつわものよ。甘いね。
兵糧なき軍などもはや敵にあらず。あの世への渡し船は俺たちが出してやろうか。火のごとく蹂躙せよ。お見事。我らも遅れを取るわけにはいかん。いい波だったぜ。起きろ。今日はやけに食いが立つな。家臣のためにも天下を取り、足の帰りを待っていてくれた恩返しだ。俺と似たようなもんじゃねえか。この武田軍随分と舐められ刺激のねえ戦だな。拙者虎の意を狩る狐の気分でござる。お前の攻撃など軽い。兄貴、ここはいい探しですね。受けられるが分相応よ。いかん。おお、これは奪われた兵糧。傷を癒し反撃を開始いたしましょうぞ。兵糧あれば俺たち負けねえ。武田をぶっ潰せ。血の気の多い連中だな。えぐてえ野郎ども。他の人間もなかなかじゃねえか。いい波だ。お主らもな。この戦負ける気がするぞ。食われたくねえんなら逃げた方がいい。兄貴、今日の戦は楽しいですね。上洛を果たし天下を治めるのは親方様よ。ここまで付き合ってもらったことを感謝するぞ。おいおい、寝言は終わってから言えよ。我が謀略味わうがいい。熱い熱いぜ兄貴。俺の
のことを忘れてもらっちゃ困るじゃね戻つか。あんたは関、俺の上陸を阻む関だ。二つの波で燃えてますから。徳川の力をなめるんじゃねえぞ。ショーとして伸びたな三河の。道楽じゃ戻つか。足の後ろは任せたぞ。あんたの後ろなんざ知らねえな。欲にだったら好きに並びやがれ。わしの最後の敵はお主らにあらず。よいよわしは負ける気がしねえぞ重子。よく陣する者は戦う。よく戦う者は死させる。愛読の流儀ってやつ教えてやる。甘いね。冥土の道に王はなし。人は必ず死ぬものよ。よっしゃやった。我らの勝利よ。楽しかったぜ家康。ああんたが天下を目指すならいつかどこかの戦場で会うかもしれねえな。その時はいくらおめえでも手加減しねえぞ。わしは東からおめえは西から、どっちが先に天下を握るか競争だ。じゃあな。あれから数年、天下の情勢は大きく変わっていた。あまたの戦が勃発し、いくつもの国が滅びゆく中、長宗我部軍は固い結束力を武器に順調に勢力を拡大させていた。その頃東では数々の戦を勝ち残る徳川軍の姿があった。そしてついに時代は有無を言わさず長宗我部軍と徳川軍を巻き込み、一つの戦へと収束していったのであった。本当にこの時が来ちまうとは。家康、戦場の友情。ついに始まるか。わしは来るところまで来た。それだけだ。長宗我部元親よ、東軍大将徳川家康、ここに宣戦する。聞く道はなし。進むしかねえ。やるぞ。覚悟を決めるぜ。他は沈めろ。いい波だったぜ。久しぶりだな家康。あの時語った夢が実現寸前とは。俺抜きじゃ海の
しただろ。おめえに習っておく。甘いね。いいもん見ただろ。大丈夫だ。兄貴についていけ。果たしてあんたにこの鬼が食らえるか。人と性を正しく読む。でないと迷うぜ。船の上で星を見失ったのだ。海賊の流儀ってやつ教えてやるぜ。三河武士よ、悲しみを力に変えろ。そうより鬼の大軍の方が強い。数は力よ。我が金節いい波だった今こそ見せる。俺たちは諦めねえぞ。最後まで。今こそ兄貴に恩を返す時だ。慌てるな。隙を狙うのだ。無事に渡りつけよ。あの世への旅は長いぜ。海賊の流儀ってやつ教えてやるぜ。まだ負けが決まったわけじゃねえ。兄貴、もうダメだ。しっかりしろ。俺がついてる。もらったもらった。えぐてやろうども。いい波だったぜ。徳川の来襲。10万200の兵は絶好だったというのか。いい波だったぜ。 10万の兵、これぞ徳川家康の力よ。見よ、徳川の兵力数。すべては家康様の人望のなせる技よ。私は天下人となる。邪魔はさせん。冗談じゃねえぞ兄貴。俺たちはどこまでもついていきますぜ。なんて強さだ。味方があんなに。全力で潰す。気合い入れろ。いい波だったぜ。海で鍛えた底力を見せてやんな。いいもん見ただろ。いいもん見ただろ。あんたらと組んだ日はよ。かつての友は今日の敵。これぞ戦なり。兄貴の足引っ張るんじゃねえぞ。
やつ教えてやるぜ。いいもん見ただろ。信じてるぜ。いいもん見ただろ。元近、私は嬉しく思うぞ。よくぞ超えるべき壁でいてくれた。皆の者、恐れるな。奴も人の小僧。せっかくだから俺は逃げるぜ。葵の御旗、この先必ず国を滑る。これ式で我が軍は落ちん。海賊の流儀ってやつ教えてやるぜ。東の太郎は良い太郎。数えきれねえお供を連れて鬼を退治にやってきた。元近、わしはだが天下を取るにゃまだ早い。西の海を束ねるは長宗我部元親殿とお見受けいたす。それがし徳川家康、お相手つかまつる。今は昔。乾杯だ元親。わしの夢もここまでか。これ以上進むのであらば
拙者のむくろを踏み砕いてから行け。家康様は幼き頃の不遇にもくじけず、我らに平和という夢をくださった。家康様は我らの希望。誰であろうとこれ以上家康様から何一つ奪わせはせぬ。おめえらあんたの夢はこんなところで終わりやしねえ。この先も葵の門とこいつらの命を背負って未来へと続くんだ。元親、おめえ天下を取ったのはあんただ家康。やっぱ俺は海野が性に合ってるぜ。他は窮屈でいけねえや。